第10章、太陽の死の存在。ここは地球じゃないか。僕はやや幻滅していた。窓から見えてきた風景は他ならぬ地球のそれだったからだ。少なくとも最初はそう思った。ビンカがすぐに僕の間違いを正してくれた。ここはキアよ。あそこに見えるのがルビニア砂漠。この海に面した砂漠を見て、僕はまさに北アフリカの海岸と勘違いしてしまったんだ。でも地球にはない赤道直下の2つの大きな島が目に入ってきたとき、確かに別の星にいることに気がついた。前回アミと旅した後でかなり地理を勉強した。そのおかげですぐに自分で間違いに気がついた。でもそれ以外は海の色もたくさん浮かんでいる白い雲も森林も砂漠も地球そっくりだった。ちょっと幻滅だなと少し冗談交じりに言った。僕は赤や黄色の海とか青やオレンジ色をしたジャングルのある星を期待していたのに。同じような進化過程にある世界はほとんど全てとてもよく似ているんだ。同じ法則が同じような結果を生み出しているからね。アミが説明してくれた。ペドリート、でも似ているだけよ。すぐにわかるわ。とビンカが言った。我々がキアにやってきた目的は、どうやったら愛を手に入れられるかを君たちに教えることができる人に会うためだ。スクリーンで探してみよう。彼の番号はこれだ。ほら、ここにいるよ。おいで。スクリーンにとても古ぼけたホタテ小屋が映った。人気のない寂しい丘の斜面に建てられたその小屋の軒下に、ユリースに座ったかなり年配の男の人が現れた。彼はパイプをくわえて穏やかに椅子を揺らしながら、目の前に広がる幾層もの色調の緑に覆われた美しい谷を眺めていた。ここが明らかに地球でないことを示すいくつもの明瞭な違いが見て取れた。まず男はピンク色の髪。といってもそれはもうほとんど白髪に近かったけど、をしていた。ひげも同じ色をしていた。無造作に伸びた髪の毛のため耳は見えなかったけど、多分ビンカと同じようにその先が尖っているんだろう。灰色のマントを着ていて、なんとなく昔の預言者の姿を連想させた。彼の横には犬？果たしてそう呼べるのかが眠っていた。猫のような顔とダチョウのような長い首をしていて、体にはたくさんの毛が生えていた。低木の枝には2匹の、何と言ったらいいんだろう、カナリアのような羽を持った日本足のトカゲのような鳥が止まっていた。確かにここは地球じゃない。僕ははっきりと確信を持ってつぶやいた。その周辺の空にはワシのひなくらいの大きさの動物がたくさん飛び回っていた。魚か爬虫類のような皮膚と大きな丸い翼とエイのような尻尾を持ち、長い足をしていた。この奇妙な動物は近くの大きな沼に潜ったり、2本足で地上を歩き回ったり、鳥のように空を飛ぶことができた。中には近くの木の枝に止まっているのもいた。とりわけショッキングだったのは、人間を思わせるその顔つきだった。全くへんてこな動物でいっぱいだね、ここ。それを聞いたビンカは憤慨したように言った。へんてこですって？じゃあ地球の動物はどうなのよ。別に少しも変だと思わないけど。変じゃないって？じゃああの人みたいな顔をして翼の生えたのはどうなの？人みたいな顔をして翼の生えたのだって？地球じゃ一番人間に似ているのは猿だよ。でも猿には翼なんか生えていない。空を飛べる動物には皆羽が生えているんだよ。でもその人みたいな顔をして翼の生えたのは毛が生えていたわ。羽じゃなくてね。それじゃあ飛べないよ。毛の生えた動物で空を飛べるのなんていないからね。でもその悪魔みたいの確かに空を飛べるし毛も生えていたわ。その顔つきといったら化け物そのものよ。身の毛がよだつようだったわよ。
本当に地球の動物のことを言ってるの？地球には幸いなことにそんなへんてこな動物はいないけどね。アミは黙って僕たちのやりとりを楽しんでいた。それだけじゃないわ。その上血を吸って生きているの。ビンカ、一体何のことを言ってるの？その時僕は彼女が言おうとしている動物に全く心当たりがなかった。アミが僕たちの会話に入ってきた。ヴァンパイア、吸血コウモリのことだよ。まだわからないの？アミが言うにはその動物は真っ暗闇の中でもレーダーを使って飛ぶことができ、扇風機の羽の間を怪我もせずにくぐり抜けることができるんだって。それが少しも変じゃないっていうの？なるほど。確かにビンカの言う通りだと思った。でも僕はそう言われるまでコウモリのことを一度も変だと思ったことはなかった。アーミーはスクリーンを消した。円盤はゆっくりと下降し始めた。信じられないようなことや素晴らしいことがいつも我々の目の前にはある。でもあまりに見慣れてしまってそれに全く気がつかなくなっているんだ。それじゃあこれからさっきの老人に会いに行こう。君たちはきっと何か教えられることがあるからね。ビンカは希望に胸をときめかせていった。きっとすごい賢者に違いないわ。賢者だって？あの山にこもったきりのおじいさんが？とんでもない。あることについてはよくわかっているけど、その他のことといったらほとんどわかっていない。ごくごく普通の人だよ。ビンカの表情が失望に変わった。でも私に何か教えられるんだったら、その人は私よりはるかに進歩してなくてはならないと思うわ。アミは笑っていた。全く典型的な未開人の傲慢さだね。じゃあいいかい？もしも司令官の死が君を弟子として認めたとするよ。ビンカは赤面しながらも自分の言ったことを何とか正当化しようとした。そういうことも言えるんじゃないかと思ったのよ。アミがその人にはほとんど分かってないこともあるって言うから、私によく教えられないんじゃないかと思ってね。ビンカもペドリートもよく聞いて。いいかい？宇宙の教育システムっていうのは段階的に作られているんだよ。ある段階にいる人がその上の段階に上がれるように手助けできるのはすぐ上の段階にいる人たちだ。つまり下の段階にいる人はすぐ上の段階にいる人によって助けられるんだよ。まだ自分が低いレベルにいるにもかかわらず、司令官のような高い次元の視野、それどころか神自身を要求して自分よりは一段階、あるいはもっと上の段階にいる人を平気で軽蔑する人が少なくない。その通りだよ、アミ。でもビンカの言うことも正しいと思うよ。だってそれほど高い段階にいない指導者っていうのは多くのことを知らなすぎると思うけどね。その指導者が仮にずっと上の段階のことは分からなくても、ずっと下の水準にいる人にとってそれはどうでもいいことなんだ。自分より少しでも上にいる人の教えてくれたことをきちんと消化することができれば、それで十分なんだよ。まだ足し算も引き算も知らない生徒にとって、たとえその先生が高度な数学をよく知らなかったとしても、そんなこと全く問題にならないだろう。今度はアミの言うことが二人ともはっきり理解できた。これから会うその友達は君たちの知らないことを知っている。どうやって愛を手に入れられるかということをね。まず最初にそれから勉強することだ。そしていつか司令官のような水準に達した時に初めて司令官の死のような人を死とすることができるんだよ。その死って誰？地球のある太陽系の中で一番進化した魂だ。前の旅で話した太陽の人たちの一人だよ。なんていう名前？ペドリート、名前にはとても気をつけなくっちゃいけないよ。それは混乱を引き起こす元だからね。いいかい？ある種はある地域ではとても崇められている。でも別のところでは別の死が崇められている。そしてそれが宗教戦争を生み出すんだ。でも我々が求めているものはそんなものではなくて平和と統一だ。そうだろ？でもその中で誰かが本物であるはずだよ。
すべてみんな本物だよ。わかったよ。でもその中でも誰かが一番偉大なはずだろ？他の星に比べて。すべての太陽の光は皆同じように輝いて闇を照らしている。皆同じ光源から出てね。その比較については理解できたような気がした。だけどなんとなく嬉しくなかった。僕は勝ちたかった。他の死を抑えて僕の死が一番偉大だとアミにはっきりと言ってほしかった。彼の口からそう聞きたかった。でも彼は僕の間違いを正してくれた。その偉大な存在は君の世界のための精神的な霊的な長だ。ある時ある人が彼の英知により典型を得る。そうするとその人は偉大な死に変貌する。なぜなら太陽の精神の教えを伝えるからだ。そうやって一つの宗教が生まれる。何千年か経って人類はいくらか進歩する。別の教訓が必要になってくる。そして別の人が同じ精神によって典型を得る。こうやって新しい死と新しい宗教が生まれる。でもすべての宗教にインスピレーションを与えているのは同じ精神なんだよ。また1000年が過ぎ、さらに次の1000年が過ぎ、新たにその進歩と人類の必要に応じて別の教訓を広めるために別の人が選ばれる。こうやって別の死と別の宗教が生まれる。そして人々はその名前に混乱をきたし、宗教戦争を引き起こすまでに至る。でもそれがすべて愛であるその偉大な精神と、愛によって道を照らすために送られてきた死をどれほど深く傷つけるかということを全く理解できないでいるんだ。知らなかったよ、アミ。じゃあその精神ってなんていう名前なの？名前。本当に困った問題だよ。精神に関したことに身分証明書のようなものは存在しないんだ。精神の世界では分類や分離といった想念は消滅してしまっているんだよ。ただ人が勝手に分類し、振り分け、限界や境界を作ってしまうんだ。心の中に愛がある時には、宇宙はすべて一体となった一つの大きな存在だっていうことに、今に気がつくようになるよ。でもその死には何かしらの名前があるべきだよ。ハーミは笑いをこらえきれずに言った。わかったよ。どうしても名前が欲しいんだね。じゃあ、太陽の死とでも言っておこう。その方がずっとはっきりするよ。じゃあ、その太陽の死がすべての偉大な死にインスピレーションを与えているんだね。その通りだよ、フェドリート。このことがはっきりわからない限り、地球に平和はありえないよ。宗教的な分裂は国境やイデオロギーの分裂と同じように、あるいはそれ以上にとても危険なものなんだよ。宗教の意味が愛を実践することだということがはっきりと理解できないでいる限り、宗教や死の名を張り合ったところで何も得るものなんかないんだ。太陽の死は人間の形をしているの？神じゃないからね。たとえ神の意志に従って行動しているにしても、そしてその上には銀河系の精神的な霊的な長がいるんだ。さらにその上にこの宇宙のすべての銀河系を統治している精神があるんだ。神？アミは僕の声が聞こえないふりをした。その上に4次元が統治して、その上に5次元といった具合に次々にね。で、神は？神はいつも君のハートの中にいるよ。君は名前をつけるのが好きだから、インティモ、心の奥底とでも呼んだらいい。じゃあ、これからキアへ降りていこう。降りるって円盤で降りるの？それとも僕たちの足で円盤の外へ降りるってこと？少しワクワクして聞いた。だって僕はまだ一度も実際に自分の足をつけて別世界を歩いたことがなかったからだ。その両方ともしよう。うわー、すごい。ここは君の推しと兄弟にあたる世界だ。我々の遺伝学の義士が両方の世界に同じウイルスが存在できるようにしてある。だから君にもキアの人にも全く危険がないんだよ。数秒後にはあの掘ったて小屋の近くに着いた。
操縦盤のランプは円盤が視覚不可能な状態にあることを示していた。窓から見下ろすと、動物たちはもう僕たちの存在を感じ取っていた。犬は遠吠えのような声を出していたし、トカゲは恐怖を感じてうずくまり仲間同士で抱き合っていた。空を飛んでいたあの動物は沼の中に潜ってしまった。老人はパイプを僕たちの方に差し出して微笑みながら挨拶をしている。彼は古い友達なんだよ。僕が来るときはいつもこの地点に円盤を停止させるのを知っているんだ。どうして僕たちが来たのがわかるの？円盤は下から見えないはずなのに。動物たちの反応によってだよ。もう何度も見て知っているんだ。どこの国にいるの？私たち。とビンカが聞いた。ウトナだよ。じゃあ私、その人と話ができないわ。私たちと話す言葉が違うもの。アミは僕にウインクして言った。この女の子ちょっとここが弱いんじゃない？とアミは自分の頭を指さして言った。僕にアミの言おうとしている意味がわからなかった。ビンカは僕たちが老人と会話できないって言ってるんだよ。その通りじゃない。だって同じ言葉を話さないんだから。アミは僕たち二人をまるで信じられないといった顔で見た。これだよ。と言ってアミはこめかみに人差し指をつけてくるくる回した。僕たちがバカだとでも言いたいんだろうか。お二人とも何も反応しなかったので、アミは僕たちの方に近づいてきて翻訳機を目の前に差し出して、ほら、これだよ。と両方の星の言葉で言った。やっと理解できた。二人とも自分たちの鈍さに気がついて笑い出してしまった。でもアミはとても真面目な顔つきを装って言った。このネクロファーゴたちと来たら全く理解が遅いんだから。ネクロファゴってどういう意味？死骸を食べる人のことだよ。ビンカは心外だと言わんばかりに言った。私死骸なんか食べないわよ。でも死んだ動物の肉は食べるだろう。え？ああ、それなら。だから君はネクロファーゴだよ。じゃあ行こう。アミは僕たちを出口のある小さな部屋へ連れて行った。目のくらむような光が瞬いた。次の瞬間、僕たちは宙を浮いたままキアの地面に向かって下降していた。地球と同じように宇宙の基本法が愛であるということを全く知らない人たちが住むという星、キア。だからそこはもちろん文明世界ではない。